最初はグー、じゃんけんぽん。あいこでしょ。あいこでしょ。あいこで。あーすげえこれ。あーすげえ。見えてるわこれ。あの絵は時間どんぐらいか。1時間ぐらいか、もしくは色塗ったから多分1時間ぐらいの半みたいなところですかね。本当3分だけど色塗るのに結構時間かかるから2枚描いたもんね。2枚描いたから多分3足3して6分。色塗りはもう1時間しか色塗り1時間ぐらいで。これを描くのにマジで1時間かかりました。こんにちは。ははじめまして。よよろしくお願いします。あ、これお願いします。これからも頑張ってください。お願いします。ありがとうございます。描いてくれたんですか。はい。すごい。これどういうこうなんか説明とかってできます。どういうこうイメージで思いで描かれたかみたいな。できます。はい、これちょっとだけ難しいと思ってました。ただ足とか、まあちょっとデブっぽいけど、一応首の周りが全然ここできてなくて、はい、まあちょっとイメージっぽく描きましたね、頭の中で。あと影のところも一応入れました、ここ部分。なるほどね。はい、これってどれぐらいの時間で描くんですか、この絵を。今回は2枚描いて6分。2枚で6分。はい、1枚目は1枚目はこれですけど、2枚目がやばいんですよ。結構首で。でも体はちょっとデブっぽいです。ちょっと同じです。これと色塗りするときは1時間以上かかりますね。ありがとうございます。ありがとうございます。大事にします。じゃあよろしくお願いします。これはどうしたらいいですか。じゃあこれは何てですか。記念でいきましょうか。僕から聞きたいことを聞いていいですか。聞きたいです。ちょっとじゃあ開けてください。はい。1つ目はじゃんけんする時の時ですけど、2つ目はトランプ、3つ目がちょっと意味が分からなくて、なんかコイン投げる時にパシッっていうゲームがなんかやってましたよね、 CM で。あれどういう意味でしょうか。本当にあれ買ったらその表裏があって、その表が出て買ったらそのコーラをペプシのコーラをタダで飲めるっていう、そういうこうゲームなんですよね。だからコーラを飲みたい人があのゲームをやって当たりが出ればもう一本飲めるっていう。じゃんけんもそれです。出ますかだけやりましょうか。ペプシないですけど。専用品やります。はい。じゃあ最初はグーね。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、こうでしょ。おお。なんか明日まで考えておいてください。それじゃあまた。準備してきてますね。何歳から絵は描いてるんですか。確か 9歳の時、そう夏休みの頃にドラゴンボールのベジータ知ってますよね。ベジータを描いてた頃に父ちゃんが見てたら、なんか父ちゃんがこういうコメントをいただいて、インターネットとかの人たちに見せたら、なんか結構才能ありますねとかいうコメントが来て、でそれで一発が気になって、今全部描いてますね。40個まで。好きなんですか、絵は。はい、絵好きです。一日どれぐらいの時間絵描いてるんですか。一日どれぐらいね。朝起きて何するんですか。まず朝何時に起きるんですか。朝何時に起き6時半に起きてご飯食べて寝る。で起きたら歯磨きして学校行って、学校終わってでボール当てっていう、メニューですけど。で絵はいつ描いてるの。仕事やるときとやらないときがあって、最近仕事やってない。普通に。じゃあ絵を描かない日もあるんですね。はい。
で絵を描きたい時に描くんですね。はいそうですね、すごい。なんか絵を描く時になんかミラクル君大事にしてること3つあるって聞いたんですけど、ああ聞きますか。それって教えてもらっていいですか？あいいですよ。心を込めて書く、集中して書く、よく見て書く、その3つをいつも父ちゃんにやってもらって。ではね父ちゃん、はい、お父さんなんですね。でそれでミラクル君、なんでミラクル君って言うんですか？父ちゃんからつけてもらったあだ名でいつも笑わせてくれたりとかするからミラクル君っていう呼び方になったんです。ミラクル君のを日本語で何て言うか知ってるんですか？知らない、一個も分かりません。ミラクルって奇跡っていう意味なんですよ。あーっていうか言ってたなよく。だから多分奇跡を起こせるっていう意味だと思うんで、こう絵を通じて多分すごい人に今こうミラクル君の才能を通じて多分絵を通じて人を喜ばしてるっていうことが多分このミラクルにつながってるんじゃないかなっていうふうに思いますね。で僕にもこれを描いてくれてすごく確かに普通の絵じゃないんですよね。なんかただうまい絵はいくらでも世の中にあるんですけど、僕がなんとなくこうパッと見させていただいて感じたのはまさになんかアートっていうのが僕もあんまりまだよく分かってないんですけど、なんか僕には分からない深い何かがあるんだろうなっていう感じだけは分かってて、でそれが多分人の何か心に刺さるんだろうなと。全く言葉が意味わかんないです才能がある人って多分誰もなんていうんですかね、ミラクル君のことも理解できないと思うんですよ。でミラクル君も多分その人のこと理解できないと思うんですよ。嘘、そんなことはないだからミラクル君僕が話してること理解できないっていうのは多分ごく普通の話で、それはミラクル君が特別な才能があるからなんです。だから全然普通のことなんですよ。それはそりゃそうでしょ。いつも通りっていうのがいつも通りですよ、普通にね、はい、これがいつも通りなんですよね。はい、面白いね。なんか吉本新喜劇が好きだっていうふうに聞いたんですけど、実は僕も吉本新喜劇が好きで。知ってますよ聞いてたんですかそれ？はい、はい、実は撮影前の時に多分誰かさんがちょっとさ聞いてて、そしたら本田圭佑選手の大阪で生まれて吉本新喜劇が好きだっていう人がなんかいたんですよ。そしたらもう分かって、絶対に撮影する時に吉本新喜劇好きなんですよって言ったら絶対に知ってますよって言いたかったです。やっぱり吉本新喜劇ミラクル君誰が一番好きなんですか？陣内智則ですかね。あ、なるほど。吉本が好きなのか新喜劇が好きなのか。新喜劇。新喜劇は毎週見てます？見てません。なるほどね。じゃあ俺とか好きやわなるほどなるほど。上には上がいたね絵では語れへんけど吉本愛では俺が勝ったわ新喜劇愛では。一個だけ他聞きたいことがあるとしたら、将来の夢を聞いてみたいなと思っていて、こんだけ絵が好きでもう仕事に10歳で絵を仕事にしていて、ミラクル君が思い描く自分の将来の夢みたいなのって何なんかなってちょっと聞いてみたいなと。将来の夢は僕ゲームが好きなんですよ実は。で短冊に七夕にこう書きました。将来の夢はゲームクリエイターの社長になるって短冊に書いて、絶対に社長になってみたいと思ってます。ゲームを作る側になりたいってことですか？はい、
あとはキャラクターとかも全部やりたいですね。一人で。またなんで社長になりたいんですか？ゲームを作る社長になってナンバーワンになりたいですね。ギネス世界記録で。面白いな。全然俺の質問に答えてくれない。めっただそれだけ。ちゃ面白いな。でもなんかね、いいっすね。将来社長になりたいんやったら結構絵だけ描いてたいって言われたらなかなかアドバイスできることもないかなと思ってたけど、社長になりたいってなったら結構アドバイスできるかもしれへんな。じゃあその会社はどこで作るの？そのうち沖縄から東京とかにこう来て会社を作るのか、それとももう沖縄、生まれ育った沖縄で会社を作ってゲームを作るのか。東京で会社でゲーム作る。東京好きなんですか？はい。結構頻繁に来ます？いや来ないよ。最近じゃ今日初めてですよ。一個も来てません。それでもう東京好きになっちゃったんですか？はい。実は秋葉原とか、渋谷とか新宿とかってそれ一番好きで、一番やってるのは秋葉原のところでゲームを作りたいっていう気持ちありますね。だから東京でやりたいっていうことで。めっちゃ面白い。いいっすね。俺はどっちかというと沖縄に住みたい。なんかこのなんか話でなんかミラクル君が想像をかきたてながらなんか絵を描いてくれるっていう話なんですよね。じゃあよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあやります。心込めて書く、集中して書く、よく見て書く。多分これだと思う。やります。終わりました。はい、ちょっと難しかったけどすみません。ありがとうございます。はい。マカブン。これどこにどっちに？あ、じゃあ、はい。これ。腰抜か。これ説明してもらっていいですか？なんかこれ血管？はい。血管ですよね。はい、血管です。なんよかくそこを捉えたな。よく言われるんですよ。血管がすごい浮き出てるって。すみません、ちょっと。いや、ありがとうございます。左利きなんですね。僕も左利きです。はい、そう。あ、すごいなんか新しいな。これもらっていいんですか？あ、いいですよ。ありがとうございます。結構使いましたから。多分5分か10分ぐらいかかったのかな。10分ぐらいかかりましたね。でもなんか雰囲気出るような重心まで出るんやね、やっぱ。でも下から書くのって本当。いつも下から書くんですか？いつもは下。いつも下なんですね。はい、足から書いた方が先にいいかなと思って。なるほど。なんかありますか？ミラクル君がでもなんか東京に来て会社を作りたいときは僕に相談してください。先輩後輩だもん。ありがとうございます、ミラクル君。ありがとうございます。なんかこんなテキストで YouTuber やってるんですか？ YouTube やってます。あ、じゃあ見ますね。お願いします。はい。また、はじゃあまた別の機会でやりましょい。ね。やりましょう。今回最初はグー、じゃんけんぽん。あいこでしょ。あいこでしょ。あいこでしょ。おっしゃー。